ライダーズハウスがさ汚ねえのよ。信号の切り替わりがむちゃむちゃ早い。ラーメンってさマジでもう日本中どこでもうまいねん。どこで曲がってやろうかしらね。むっちゃ整備されてる。買いに来たよ。おお、やっぱ都会面白いな。密度が濃いといいね。大自然あかんわ、やっぱり。道東行くんが怖いもん、俺。道東行っても何も見えるもんないぞ。お前、山と湖と川しかないわ。知床はちょっと楽しみやな。鹿がいっぱいいるって聞いてる。知床行くの？北海道マジ伊達じゃないというか、宿がなさすぎてしんどい。ライダーズハウスに泊まろうかなって思ったんよ。ライダーズハウスがさ、汚ねえのよ。汚ねえ、マジで。一食飯食ったらライダーズハウスタダですみたいなところもあったりとか、2000円で泊まれますみたいなところもあったりするんやけど、ライダーズハウスはね、なんかオーナーがもう趣味でやってるようなところばっかりで汚いのよね。しかも布団とかもさないんやって。寝袋持ってこいみたいな、畳の上に寝袋敷けみたいな、屋根あるだけやん。俺ね、寝袋持ってきてないからね、ライダーズハウス NG なのよね。そうなってくると泊まるところがなくってさ、どうすんの俺。知床とか行けんぞ。あんなとこ宿ないやろ。人住んでないんやから、知床半島なんか。だから1日で行かないといけないみたいな過酷な条件を課されてるわけですよ。はい、このすり抜けは合法的なやつやな。停止線も越えていないし、車線変更もしていない。右側から抜いた完璧なすり抜けやね、今のは。これが完璧なすり抜けなんだよ。分かれよ。ちょっとね、警察がいたから怖かったね。むっちゃテーマパーク感出してくるやん。無料なんかな。無料じゃないやろなこれ。むっちゃテーマパーク。立ち入り禁止はここだけよね。改装中ですか？改装中です。すいません、向こうですね。向こうなんですね。すいません。はい。アップね、いつものパターン来んのかと思った。うわ、むっちゃパークや。むっちゃパーク。これ有料やろ。っていうかなんなん白い恋人パークって謎やな。何これ。何これ。白い恋人食べ放題じゃないの？あれ、俺はそう。は思ってるよりテーマパークやんけ。おじさんが来るとこじゃないわこれ。わあ、涼しい。やたら水蒸気飛ばしてくんな。何もこれ工場直結で食べ放題とかそういうんじゃないの？来たんちゃうこれ。来てないなこれは。仮設売店営業中。何仮の売店営業してんの？あら素敵じゃないですか。白い恋人を食べれたりとかしないってことですよね。外に売店があるんです。こちらで買えまするんですよ。あ、そうなんですね。買えるってことですね。はい、買えます。買えるんですね。はい。でも東京駅でも買えるんですよね。リニューアル中ということでほとんどが封鎖をしている状況らしいけど、せっかくだから名物的なやつ食べていくか。白い恋人パークでしか食べれないなんかみたいな。はい、白い恋人パーク終了ということで、なんやろうね、白い恋人パークっていう名前ではあるけど、白い恋人をばらまいてるわけではないっていうのがすごい残念やったね。あとね、白い恋人アイスがね、全然白い恋人がなかったね。300円やからまだ悪くはないけどさ、なんかあれや、パーキングエリア味のソフトクリームミックスやったわ。マジで札幌の人びっくりするぐらい運転荒いな。むちゃむちゃ煽ってくるな。すんごいわ。むちゃむちゃ運転荒いな札幌は。全体的に戦争や。なんかタイを思い出すわ。あとね、全体的に信号の切り替わりがむちゃむちゃ早い。本州の感覚でいると切り替わりが早すぎてスタートが追いつかんな。パッパパッパ変わりよる。今日の夜なんやけどね、ちょっと簡単に聞き込みしたところ、やっぱり札幌はラーメンがうまいみたいな話をする人が多くって、でもさ、ラーメンってさ、マジでもう日本中どこでもうまいねん。そんなもんばっかり食ってるから中性脂肪とかコレステロール値が増えて日本に肥満人口が増えてんねやろ。でも逆にさ、なんかラーメンが美味しくないエリアを教えてほしい。存在しないよ、そんなエリアは。すみれっていうラーメン屋がうまいらしい。でもな、栄養素偏るしな。できれば、狼でサーモンの食べ放題を食べたいけど、一人やからちょっとまだ葛藤をしています。いけそうな雰囲気ならね、そっちにしようかな。もう
大通公園行っとく？せっかくやし。大通公園ってね、むっちゃ綺麗やね。1.5 キロにわたって長い公園が札幌の中心地を東西に貫いてんのか。もともと空港やったとかそんな話やっけ？違うっけ？それは全然別のところの歴史やっけ？もともと空港なのを公園にしたからすごいまっすぐな公園があるっていうエリアがどっかあったはずやけど、パッと出てこへんな。札幌じゃなかったか。どこで曲がってやろうかしらね。ここにしてやろうかしら。うわー、マジ大都会じゃーん。大通公園内へ行く予定です。なんかね、大通公園はね、バイクを自由に止めれるらしい。公道ではないっていう風に判断されるらしくって、札幌はね、冬場雪積もるからさ、バイク乗れないのよ。だからバイク置き場っていうのがろくに用意されてないっていうのがデメリットではあるんやけど、大通公園には車両置き場、バイク置き場があって、そこはどれだけ止めてても駐金を取られないと。はい、大通公園。そして俺のバイク、かっこいいね。ものすごい優雅やな。この大都会にこれだけのものを作るか、素晴らしい。優雅やな。うわ、すごいね。左右もうビルだらけやのにさ、ここだけこんな開けてんの。あれ定期的に噴水が用意されてる。すっごいなこれ。この整備のされ方はえぐいな。素晴らしいな。これが 1.5 キロか。何？噴水何個あんの？あー、トイレも綺麗そう。すっごいなこれ。むっちゃ整備されてる。行き届いてるなあ。ここだけ隔離されてるみたい。あ、こういうこと。これがそれか。微妙だな。不安でいっぱいになるわ、こんなとこ止めたら。あとね、札幌はね、すごい地名が合理的。全部数字にされてるから、初見殺しもいいとこや。これもうちびっこも安心して遊ばせられるな、これは。こういうのやねんて。我々庶民が求めてる公園っていうのは。さ、東京の代々木公園とかさ、大阪の、ね、あれ、大阪公園ないのか。ゴミゴミした街を作りやがってさ、代々木公園なんか行くかよ。アクセス悪すぎるやろ。街中に作れよ。うわー、このバイクかっこいい。あ、俺のか。はい、夜の部やね。札幌夜の部ということで、ちょっと2箇所だけ見ていきたいと思います。現在の時刻がですね、11時13分ということで、ちょっと動画編集に夢中になりすぎてこんな時間になってしまった。1箇所目は、すすきのといえばっていう看板ね。日課の看板をちょっと夜もう一回映像に収めときたいなというところと、あれなんであっこに看板あんのかなって調べたんやけど、特に意味ないんやって。単純にサントリーがウイスキーの日課の CM としてあそこに看板をデカデカと出してるだけで、それがいつの間にかすすきののシンボルとして定着してしまっただけっぽい。で、それが終わってからは日本三大夜景と言われているらしい札幌の夜景を山の上の駐車場から眺めに行きたいなと。札幌市街からここから16分ほどっていうことやから、そんなに遠くはないんやけど、日本三大夜景っていうことやから、だいたいさ、そんなもん誰が決めてんねんって話ではあるけど、どこ歩いてんねん。ここやんな、白線。大丈夫やんな。右折できるよな。俺はね、正直ね、生駒山から眺める大阪の夜景が日本で一番なんじゃないかなというふうに自負してはいるんやけど、ただ札幌も200万人都市でしょ。それを眺めておく価値はあるかなと思って。ただね、大阪はね、860万それぐらいか。で、しかも生駒山から眺める大阪の夜景は神戸も含めて見えるから、多分札幌の比ではないと思う。で、函館は函館でさ、芸術的な夜景やってん。人口自体はそんなに多くはないし、明るくもないんやけど、両側海で、しかもイカ釣り漁船が出てるっていうのがちょっと面白いところで、それが函館が世界三大夜景の一つって言われるゆえんなのかなとは思うけど、でもね、やっぱインパクトで、いいの？いいの違うよね。あかん、これむずいわ。これ電車専用のマーク？こうやんな。電車先行かすってことやんな。見たことない矢印出された。ということなんで、おそらく期待は下回ってくるんじゃないかなとは思ってはいるんですが、見ておきましょう。もう一生来ないから、札幌だって。しょうがないっしょ、それは。明るいな。本当にすすきのは人通りもそこそこあるし、平日の新宿っていうほどではないけど、大都会感はすごいな。今ね、気温がね19度ということで、やっと札幌もねちょっと暖かくなってきて、普通にバイクで走っててもウィンドブレーカーとニットを着ればなんとかなるぞっていう温度になったから、はい、日課来たよ。すげえな。まぶいな。ナウい言葉を使ってしまったな。さて、明るいね。好きの GoPro はこれぐらいの暗さには弱いから、だいぶ映像が滲んできてるとは思うけど、でもね、ほんまにちっちゃいね。この区画のみ 50m とかそれぐらいかながガッて発展してて、いろんなお店があってって感じやから、
はい、次はね、幌見峠展望駐車場っていう日本唯一の夜景を見るために作られた駐車場らしいので、そこへ今向かっております。でね、ウェブ上でね、日本三大夜景が調べたんやけど、なんか調べれば調べるほどいろんな説が出てくるから、ちょっと諦めます。日本三大夜景は、一説によると、函館、まあ、世界三大夜景が函館やねんから、そら日本三大夜景も函館って話か。あと、マヤ山から見た神戸、大阪が一望できるから、それと、あと長崎の夜景っていう風に出てたけど、まあ別に正解はないから。函館の魅力が海なんであれば、大阪、神戸の魅力も海になるでしょ。だからその3カ所やな。はい。まあ、大阪、神戸あたりはやっぱレベル高いから、マヤ山からでもいいし、生駒山からでもいいし、行ってもらえればと。このツーリングでもね、関西方面行った時はぜひ行きたいなとは思ってはいるんやけど、特に生駒山なんかね、結構頻繁に行ってたんよ。暗がり峠っていう、日本で一番傾斜がきつい峠っていうのが、大阪と奈良県をつなぐ道路であって、で、そこを登り切ったところをもうちょっと行ったらね、途中から歩くんやけど、大阪と神戸を一望できる夜景スポットっていうのが生駒山にあるから、そこから見る感じになるね。まずは展望台。はい。ちょっと名前忘れた。なんたら展望台行きます。はい。すすきの駅からたったの16分しか走ってないのに、この暗さね。これ、ライト切ってみるよ。これやで。やばくない？札幌やばいな。ただそろそろゴールなので、どんな感じなのかっていうのを見せてもらいましょう。札幌よ。怖いよ。怖いんだよ。あ、間違えた。あ、こっちじゃない。こっちじゃない。怖い。合ってんのかこれ。オートバイ自転車入場禁止です。ふざけんな。もう気づかなかったことにする？いや見ちゃったもん。もう死んでほしい。